プロの動画を見ても線画が綺麗に描けない。同じブラシを使っているのに自分の線画はガタガタ。誰しも抱えたことがある悩みだと思います。皆さんこんにちは、モップです。今回はそんな線画についてのお悩みを解決するために動画を作りました。線画については上手い人がたくさん動画を出しているのですが、個人的にこれを知っていればもっと上達が早かったのにというポイントについて話をしていきます。最初に重要な話のセクションを設けましたので、動画制作の経緯だけでも聞いてもらえればと思います。ちなみに、線画の新常識という大それた名前をつけているのは、僕がライブ配信中に線画の新常識の話ですと伝えやすくするためです。ライブ配信中にこの動画を見てくださいと言われた人は、この動画を見ることによってあなたの線画が劇的に変化すると思います。それでは今回の動画の目次です。線画の新常識。0、重要な話。1、線画とは何か。2、解決編です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし。イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。今の画力はこのくらいです。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことや、Twitter に毎日イラストを投稿して気づいたことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。0、重要な話。ここでは今回の動画の趣旨とこれまでの常識について話をしていきます。皆さんは今までイラストレーターや絵が上手い人の多くの動画で、線画とは線に強弱をつけるんだよ。指を固定して長いストロークで描くんだよ。何度も線を描き直すんだよ。プロでも何度もアンドゥしているよ。という話をされたことがあると思います。また、新しい線画の動画が出るたびに期待を込めて動画を開いたあなたはこう思ったのではないでしょうか。それはもう聞き飽きたよと。そうです。そんなことは皆さんも知っているのです。イラストを描き始めて線画を綺麗に引きたいと感じるのは最初の方なので、大体の人はこういった常識をすでに身につけています。勘違いはしないでおいてほしいのですが、こういった動画はとても重要で、例えばイラストを描き始めた人が最初の知識として知る段階や、ある程度描ける人が線画のレベルをワンランクアップさせたいという時に役立ちます。ですがそれでは、知識としては知っているけど、どう活かせばいいかわからない。知識を活かすレベルにいないという大多数の人が困ってしまいます。もう一つ例を挙げましょう。2枚のイラスト、右と左、どちらの線画が綺麗だと思いますか？人によっては左の方が味があると言ってくれるかもしれませんが、多くの人は右と答えるのではないでしょうか。そして、多くの講座系の動画では、左のイラストを右のイラストにする方法を教えますと言います。ですが、それを見て、こう思いませんでしたでしょうか？そもそも左のイラストが描けないんだよと。もしかしたら、左の線画が描けるのなら右の線画にすることは自分にもできるよという人もいるかもしれません。綺麗な線と汚い線の比較をするだけでは多くの方の疑問は解消されません。ではなぜいつもこの形式で動画が作られるのか。それにはたくさん理由があります。一つは質問する側に問題があります。実際僕のところにも綺麗な線の描き方を教えてください。線画にコツはありますか？という質問は多いです。その度に僕は今回動画で語る内容について話をするのですが、多くの回答者はそうではありません。なるほど。綺麗な線の描き方を教えればいいんだなと思うので、先ほど挙げたようなこれまでの常識について語るのです。これは質問する側に能力が不足しているとも言えますが、これを適切に質問する方法が分かったら、おそらく線画は自分の思う通りに描ける段階だと思うので、綺麗な線画の描き方を教えてくださいとは聞かなくなるので、常に綺麗な線の描き方を教えてくださいという質問ばかりが目立つようになるわけです。とはいえ、回答する側が悪いわけではありません。回答する側は聞かれたことを答えているだけに過ぎず、他にも自分が下手だった時期を忘れていたり、線画については体得することが必要だったり、ある程度描いてきた人を対象に話をしていたりするからです。ちなみにこの下手だった時期とは、絵が本気で上手い人は子供時代から描いているので、子供の時にぶち当たったとは思うのですが、もうとっくの昔で忘れているのだと思います。アスリートに速く走る方法を聞いても、肘を直角に曲げて姿勢よく、腕を速く振るんだ、などとやり方だけを伝えられて、それをどう活かすのか教えてもらえません。陸上部の人はみんなこう思うでしょう。それはもうやってるよと。実際ここで僕の昔のイラストを見てみましょう。描き始めてから1年から1年半頃のものです。強弱はあまりありませんが、
最初に話した線画の基本的な技術は身についているように思います。何が言いたいのかというと、既存の常識についてはすぐに習得することができるということで、この動画を見てくださっている方のほとんども、上手い人の動画の通りにやっているのになぜかうまくいかないんだよという人が多いのではないかと思います。そこで今回は左の線画を右の線画にする方法ではなく、そもそも左の線画を描けるようになる仕組みについて話をしていきます。左の線画が引ければ、他の上手い人の動画を参考にして右の線画にブラッシュアップすることができそうではないでしょうか。1、線画とは何か。そもそも線画とは何でしょうか。昨年視聴者さんから聞かれてこう答えました。実際には存在しない境界を線という形でデフォルメすること。なので厚塗りでは線画が不要になったり、頭身低めでデフォルメ強めのイラストは線画が太い方が良いと。ですが、この回答は60点ぐらいだなと当時から感じていて考えたり調べたりしていました。その答えは、世界で一番売れているデッサンの教科書、脳の右側で書けに書いてありました。本書の引用をすると、エッジとは2つのものが合わさるところを意味し、共有されたエッジを表す線を輪郭線と呼ぶそうです。つまり、デフォルメとは縁がない素描においても線画という概念が存在するのです。そして、物と物が合わさるところの輪郭線とは、この画像で言うと、ボートと海、空、雲がそれぞれ重なり合っているため線画が作られます。もっとわかりやすくイラストで言うと、顔と目が重なり合っているところに輪郭線が生まれるように、顔自体と無地の背景の境界に線が生まれるのです。線がなければ物事は形を失います。この話は少し理解しにくいと思うので言い換えます。線画が2つのものが重なり合う境界であるということは、綺麗な線を引くことよりも正しい位置と形で線画を引くことが重要ということです。あえて大げさな例を出します。右と左では右の方がいいという人がほとんどだろうと先ほど話をしました。確かに線画は綺麗だと思います。ですが、同じような線画のシルエットをこう変えたらどうでしょうか。線は確かに綺麗かもしれませんが、左の方が良いという人が多いのではないでしょうか。線画を綺麗にするということはイラストの初心者にもできます。なのになぜ自分の線画に納得がいかないのかというと、それは線画に問題があるのではなく、輪郭線をきちんと捉えられていないということに問題があるのです。2、解決編。ここまで来れば、なぜ線が綺麗に引けないのかという問題は、なぜシルエットが綺麗ではないのかという問題に移行するということがわかると思います。それではシルエットを綺麗にするためにはどうすればよいのかというと、正しいシルエットにすればよいということになります。それがわからないんだよと思うかもしれませんが、正しい線を引けと言われるよりはできそうな気がしないでしょうか。そして実際、このシルエットをきちんと捉える方法には、短期間的なものではシルエットから描く方法や、一旦下塗りをしてから線画を修正する長期間的なものでは模写、デッサン、クロッキーといった王道の勉強が必要です。ただ、それだけだとつまらないので、今すぐできる解決策の一つをお伝えします。それは線画を太くするということです。わかりやすくするために3つのリンゴを用意しました。どのリンゴの線画が一番綺麗でしょうか？一番右という人が多いと思います。逆に一番左のリンゴの線画はガタガタしています。ですが実際はこの左右のリンゴは中央のリンゴの線画を削って作られました。重ねてみるとわかりやすいです。線画を太くするということは、その中に悪い線画もいい線画も含まれる状況になります。ただ、人の目は実際に太い線画の中から一番理想的な線画を勝手に想像してくれます。つまり、最初にガタガタの線画を描いてしまったら、一旦線画を太くしてあげればよく、その後自分ができるところまで、またやりたいところまで細くすればよいというわけです。そして、線画を太くしてあげられれば、今までの常識的な動画を参考に綺麗な線画にすることができます。そのための知識はいろいろな人の講座ですでにあなたの頭の中に入っているはずです。線画を太くすると良い理由についておさらいをしておきます。まず、太いままであれば見る人の目が勝手にベストな線画を想像してくれます。そして次に、線画を削ることによって厚塗りにも対応することができます。3つ目は、線画が太いと線画の時点で輪郭に違和感が生じやすくなるので、塗りに行く前に修正がしやすいです。そして、この方法の強い点は、最初に細いガタガタの線を引いてしまったり、太い線を削りすぎてしまったとしても、
また太く線を引いてあげれば元に戻せるというポイントです。それでは今回の動画のまとめです。点画の新常識。1、既存の常識を知っているだけでは活かせない。今回は活かし方を話しました。2、綺麗な線を引くのではなくシルエットを作る。そのためには3、線を太くしてみる。その後に既存の常識を活かして線を細くすれば望むままの線画が手に入ります。最後に今回の動画の終わりの言葉です。柔軟な思考で対応しようということでした。線画が細いのが好きなんです。厚塗りには線画が細めの方が向いているでしょうという人は、柔軟な思考で線画を太くするということも試してみてもらえればと思います。そして改めて言っておきますが、今回の動画はプロの方の動画を批判などするわけではなく、その動画をイラスト初心者が活かすためにはどうすればよいのかというコンセプトで制作しています。イラストが上手い人が無意識にやっているであろうことを言語化し、イラストが上手い人の講座をより活かせるようになってもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。